You're the wind in my sails. You're the pull of the sea. ハロー、皆さんこんにちは、かなこです。本日はご要望いただいていたり、いつ話すんですかっていう感じだった前撮りのお話をしていこうと思います。前回このような主人と一緒に結婚式を振り返りながらアルバムを作っていたんですが、そのアルバムがだいぶ前に届いてあります私たちは結婚式とあとは前撮りを同じ方にお願いしていたので一つのアルバムにまとまっています。ということで本日はこのアルバムを見ながら前撮りのお話を詳しくしていこうと思います。何を持っていったらいいかなど、あとは小物類はどういうものを持っていった、あとはヘアメイクについてであったり、モデルとしてポージングのおすすめもできたらなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それではやっていきましょう。Let's start! まず私がどこで撮影したのかと言いますと、丸の内のイルミネーションで11月に撮影をしています。11月なんですけど夜めっちゃ寒いので、ぜひ持って行っていただきたいものをまず紹介していこうかなと思います。これからイルミネーション撮影するよっていう方もいらっしゃると思うので、ぜひ参考にしてみてください。まず必ず必要なのが絶対にカイロ、春カイロは何枚も持って行ってください。牛野さんも長袖は着てるといえ、冬の夜は本当に寒いので、背中とお腹腫れるんだったら足の裏とかにカイロを貼ってらっしゃる方があったかいと思います。新婦さんとかは特に撮影時間が本当に長くって、撮影のロケ用のジャケットとかも準備してくださってるんですけど、意外と着る時間本当にないんですよ。何回着たんだろうみたいな、移動の時だけ着たかなみたいな、新郎のソロショット撮ってる時にちょっと着たかなぐらいなので、本当に寒いので仕込めるところには貼っといた方がいいと思います。ちょっと私仕込めなかったので、もう最後らへんに足がこんなに震えますかって旦那さんとめっちゃ爆笑したぐらいにめちゃくちゃ震えたので、仕込めるところお腹とか背中とか、どうしてもコルセットするんでそこで貼るの難しいかなと思うんですけど、もうちょっと仕込みやすいところに貼ってらっしゃるのがおすすめです。ストッキングは腰あたりまであるものじゃなくって膝丈のものを購入ください。動いてきたりずれたりすると気になっちゃうので膝丈がおすすめです。これは前撮りでも結婚式でも言えることです。また結婚式の時とか、あと季節のいい時の前撮りされる方はどうしてもドレスの中で40度ぐらいに暑くなってきてしまう時もあるので、膝丈のストッキングをおすすめしています。冬になるとそんなことを言ってられないのでその場合はこちらの秘密兵器、裏肝のくるぶしぐらいまであるレインスを持っていかれるといいです。足元のショットも撮るので、その時はこれもすんごいめくっていって膝ぐらいまで上げて何も履いてませんよっていう風に言ってストッキングだけを見せるっていうのがポイントです。もう冬のロケーション撮影は本当に寒いんですよ。女性の方ってビステタイプだったりハートネックのものだったりするともう肩が完全に出るじゃないですか。なんで上をどうにもあったかくすることができないので中に仕込んでいけっていうもう秘密兵器を必ず一つは持っていってらっしゃったらいいと思います。で男性の方はなかなかちょっとごつい靴下履くのも難しいかなと思うので、足裏に貼れるホカイラなどを貼ってらっしゃるといいと思います。ちょっと短すぎるとそのくるぶし、足首あたりを温めておかないと本当に凍え死にそうになるのでおすすめです。私は本当に寒かったからこれ履いといて本当に良かったなって思います。春夏春冬関係なくなんですけど、靴を2つ準備されてる方がいいと思います。まず撮影用の靴、それ以外の足元が見えない用の靴をそれぞれ準備されてる方がいいです。撮影用の靴になるとやっぱりこういう風に高いヒールになるじゃないですか。これを外の石畳で歩くとだんだん歩くのが嫌になってきちゃうので、こういう高い靴は足元のショットを撮るときに履き替えるように持っていってらっしゃる方がいいと思います。ヒール慣れてるよっていう方でもだんだんどうしてもいつも以上に休憩する時間が本当にないんですよ。新婦さんをメインに撮ってくださるカメラマンの方の方が本当に多いと思うので、そうなるとずっとこの状態で立ってる、ポーズ取る、歩くっていうのを繰り返すので、イルミネーション撮影とかロケーション撮影って思っている以上に本当に歩くので、足を痛めないようにしていただきたいなっていうふうに思います。もう一つ私はこの裏に傷つけないように百貨店とか靴屋さんとか
ってやってくれるんですけど、この靴底に貼るものをお願いしました。早めに行った方がいいかな、1週間ぐらいかかるので。でもこれをやってもらうことでどうしても削れてきちゃうので、それ防止するのにも靴を大事にするのにいいかなと思います。前撮りの時と結婚式の時同じ靴履かれるかなと思うので、履かなくても私も受付のところに飾ってたりしてたので、綺麗に見せるためにもこういう靴裏のゴム貼ってらっしゃるのがいいかなと思います。ちょっとしたおすすめでした。移動用の靴に関しては低反発のものを選んでるのがいいと思います。あとはちょっとだけ板靴より 2,3 センチあるヒールを持っていかれるのがいいかなと思います。ドレス合わせする時ってヒールの靴履くじゃないですか。その時にペタ靴では合わせてないと思うので、ちょっとぐらいヒールがないとそのヒール履いた時のイメージとはちょっと違うイメージで写真に残ってしまうので、自分の一番楽な高さ 2,3 センチぐらいの高さのヒールを持っていってらっしゃるのがいいかなと思いますし、あとは靴はできるだけ慣れた靴、もうドレスってもう靴見えないんで、もう見えない時の靴は何でも OK なので、クッション性のある靴を持っていってらっしゃるのがいいかなと思います。低反発じゃないちょっと軽めのやつになってしまうと、せっかく移動する用の靴で持っていってね、足痛いってなったら本当に辛くなってきてしまうので、履き替えられるようにスポンと履けるような低反発でちょっと高さがあるヒールの靴を持っていってらっしゃるのがいいかなと思います。私はここの後ろにもクッションが入ってるんですけど、かかとも崩れしないようなものを選んで持っていきました。そして大きめの袋を持っていってらっしゃるのがいいと思います。ヘアメイクの時に荷物を置いていけるんですけれども、その荷物を置いていく時にもロッカーとかではないところが多いかなと思うので、そういうのはチャックがちゃんと閉まるもの、そして手持ちのものもある程度の大きさのガサッとしたものを持っていってらっしゃる方がいいと思います。今の靴履き替えるようであったり、追加のカイロであったり、手持ちのカイロであったり、ストローの持っていっておいて口紅が取れないようにしておいて水分補給ができるもの、移動中に口にできる飴であったり、チョコはちょっと口についちゃうかなと思うんで、ちょっと飴とかを一応袋に仕込んでおくと疲れが取れると思うので、そういうちょっとしたグッズを持っていけるような大きめの袋、肩からかける、しのさんが持ってくれるんでなんで肩からかけれるものを持っていってらっしゃるのがいいかなと思います。で、新郎撮影中は海添さんが持ってくれたりするので、海添さんも持ちやすいような肩からかけれるトートバッグ、少し大きめのものを持っていってらっしゃるのがいいかなと思います。次に撮影の小物に関してなんですけれど、あんまり多く持っていく必要はないかなと思います。私ハワイで挙式をした時もロケーション撮影に行ったんですけど、そのロケーション撮影とイルミネーション撮影両方に共通して言えることが、基本写真撮られるの私たち2人なので、小物が多すぎるとせっかくの2人のショットを撮るっていうよりも小物撮影になってしまうんですね。なんで厳選して持っていかれるのがいいかなと思います。選んだコツをお伝えしていくと、私たちの結婚に関してのグッズを持っていこうということで、私たちの婚約指輪と結婚指輪カルティエなんですけど、婚約指輪のケースとちょっともうリボン外れちゃってるんですけど、結婚指輪のケースのバッテリーミスカの青色のシンデレラショットなどを取るシューズを持っていきました。カルティエのその婚約指輪のショットを取るのもそうなんですけど、パカッと開けたショットを撮れたり、婚約指輪を入れて背中で持ってとか、あとは顔でこれを嬉しそうに持ってっていう、こういう感じの写真を撮ってくださるので、それ用にいいかなと思います。開けてしまったらもうこの状態じゃないですか。リボンが綺麗に残らないんで、リボンが残ってるところちょっと残したいなと思ったので、結婚指輪用のボックスも持っていきました。ブライダルシューズに関してはもう好きなものでいいと思います。なんで私がバッシリーミスカのこのブルーを選んだかっていうと、ブルーの靴を履きたかったっていうのと、前撮りにちょっと遊び心を入れたいなと思ったので、カラーもののヒールを選びました。でこれ私がしてから
青色のシューズのブライダル撮影してくださる方が増えたって聞いたので、ありがとうございます。嬉しい。なんかちょっとでも参考になってるんだなと思ったのですごく嬉しかったです。またグレイミスカのこの青色のもの、遊び心もそうなんですけど、イルミネーション撮影をするっていうことで入るものが何かなっていうふうに思ったんですよ。で、色味が入るものって言ったら、深めのレッドがこの深めのロイヤルブルーかなっていうふうに思ったんですけど、あと私は高貴な感じのロイヤルファミリー感を出したかったので、ロイヤルブルーの色味を選びました。これは本当に選んで正解だったなと思います。私が選んだドレスっていうのがフェアリリーウェディングさんのドレスを選んだんですけど、その名前がジュリアっていう名前なんですね。でそのドレスがすごい胸元の刺繍が豪華だったのと、オフホワイトっていうよりかは少しベージュ寄りの色味だったので、そこにプラスアルファこういう白色の靴を合わせるとそっちのコントラストが出ちゃうかなって思ったので、こっちの青みがかったロイヤルブルーのもので、しかも後ろがキラキラになっているものが胸元のビスチの部分の刺繍にもすごい合うなって思ったし、あとそのドレス自体の生地がすっごいキラキラしてるんですよ。もうイルミネーション用の撮影のものだよなって思うぐらいに本当にキラキラしてて、大粒のラメが入ってるものなので、そのラメに負けないようなデザインでどこかなと思った時にこのバッチェリーミスカの靴にしました。本当にシンデレラショットを撮る時でも、ムさんの足元のショットを撮る時でも本当に美しく撮れます。本当に綺麗じゃないですか。手を添えた時でもこの帯重があることによって婚約指輪のダイヤの輝きも一緒に添えてくれるし、そして背景ともマッチングしますし、もう白よりも目がいくかなと思うので、前撮り撮影考えてらっしゃる方はちょっと色味のご自身のドレスであったり、あとイメージしてるものとご自身の雰囲気に合わせて色味を選ばれるのが本当におすすめです。あとはこのショットに関してはバシェリー・ミスカさんのブライナル専門のインスタグラムが載ったぐらいなので、本当に丸の内のイルミネーションには合うものなんだなっていうふうにも思いますのでおすすめです。ちょっとお高い買い物にはなるとは思うんですけれど、絶対高いものを買わなくちゃいけないというわけではないので、お気に入りの靴を見つけてぜひご自身がシンデレラと思って主役のプリンセス感を楽しみながら撮影をしてみてください。あと持ってったのがこのパールのベールを持っていきました。普通のベールでもよかったんですけど、結婚式とも対比をさせたかったのと、あとはちょっとパールがある方がフラッシュ撮影した時に優しくふんわりと光ってくれるので、顔もふわっと優しく光らせてくれるのでパールのベールを選びました。すんごい大きいアルバムなんですけども、結婚式と前撮りを撮影をお願いしたのはボヘムフォトグラフの百瀬さんにお願いをしていました。でそちらのプランがドラマティックプランになるんですけど、今だったらもうちょっと埋まってるかもしれないんですけど、ちょっと問い合わせをしてみてください。なんで百瀬さんにお願いしたかっていうと、まず私イルミネーションの丸の内で撮影がしたかったんですよ。すっごい綺麗じゃないですか。その丸の内で撮影したいなと思っていろいろインスタグラムで探してたんですけど、その中でも本当に有名な方々がいた中ですっごいかっこいいドラマチックなお写真を撮られたのが百瀬さんだったので、百瀬さんにご縁があってお願いすることができました。本当におすすめです。本当に一生懸命撮影してくださるんですよ。百瀬さんちょっと休んでくださいって思うぐらいに、もうすごいいろんなスポットをご存知なので、先にその前撮りの前に打ち合わせがあるんですよ。どういう撮影がしたいですかっていう風に聞いてくださって、ちょっとかっこいい雰囲気の撮影がしたいですって、こういうスポットで撮影したいですっていうことをお伝えして、ここだったらこういう風に撮れます、ここはちょっと厳しいかもしれないです、でもチャレンジしてみましょうかみたいな話をしてくださるので、まずカメラマンさんと打ち合わせがある場合は先にそのカメラマンさんのインスタグラムなど、あとは撮ってくださった花嫁さんのアカウントなどを調べて、こういう撮影がしたいなっていうのを事前にお伝えするのがいいかなと思うので、必ずリサーチはなさってください。で私もたくさん調べて、足元のシンデレラショットであったりだとか、あとは寝転びのショットなども撮れたので、もう悔いが残らないように、その限られた時間の中でたくさんの素敵なショットをぜひ撮れるように祈ってます。
ぜひ私もインスタグラムをやっているので、ここにもどんどん出していこうかなと思うので、ぜひ参考になされてください。そしてドレスに関してはフェアリリーウェディングさんでお願いしました。フェアリリーさんの店舗に行って3着ぐらい、34着かな、3着かなを衣装合わせして選んだのがジュリアっていうドレスを選びました。ジュリアがこちらのドレスになるんですけれども、このドレスの特徴としては色味が少し黄みがかったオフホワイトの色味になっています。で、胸元が本当に豪華な刺繍になっていて、美醜の美しさもありますし、あとはドレスの裾に関してもフェアリリーさんの特徴は本当にラメが綺麗なことです。で、ラメに関しては私が選んだのはジュリアっていうのなんですけど、それは大粒のラメになっています。で、人気なケイリーっていうのがもっと優しい小さめな粒になっている上品な輝きをするものになっています。で、この2つで悩んだんですけど、私が結婚式で着るドレスがちょっと上品な雰囲気のものだったので、せっかく結婚式場にも飾る予定だったので、だったらもう全然イメージが違うものにしようということになってジュリアを選びました。選んで大正解でした。で、このジュリアに関しては背中の部分がチャックではないので紐で調整できるものになるので、しっかりと締め付けてもらえるので、自分のラインに、体のラインに合わせて着ることができるものになります。それ以外にもマーメイドドレスであったりオーダーで作ることもできるので、フェアリリーさんは一度見に行かれるのはとってもいいと思います。そしてメイクお願いしたのがマッシュブライダルさんのなるみさんと翔太さんがヘアメイクしてくださいました。メイクはなるみさんで、髪型は翔太さんです。同時進行でしてくださるんですけど、すごい皆さんフレンドリーで明るい方々で、メイクも素早く新郎の方も新婦の方もしてくださいました。で、今回私がメイクどのようなイメージでいったかっていうと、その豪華な衣装に負けないように赤リップの韓国風のメイクにしていただきました。イルミネーションっていうこともありますし、あとはカルティエが赤のボックスだったので、このボックスと写真撮影をする予定であったので、そこのバランスを見て赤色のリップでお願いしました。で、髪の毛が結婚式の時にシニオンでアップにしようと思っていたので、ヘアメイクの時はちょっとプリンセス感を出したいなって思ったので、ハーフアップドレスに負けないようにしっかりと巻いてくださいました。ブーケとピアスとティアラに関してはその場でレンタルができるので、その場で海添さんと、あとはヘアメイクさんと話し合いながらどれが合うかなっていう風に選びました。これとこれかなみたいな感じで選んでつけてもらって、その中でも高さのあるもので高価な雰囲気でティアラを選びました。で、それに負けないように大きめのピアスをつけました。で、お花に関しても何種類かあったんですけど、ドレスがちょっとオフホワイト寄りだったので、そのオフホワイトに合うようにピンクのロマンチック系な縦長のブーケにしました。こちらの靴に合わせて私もまた別でスワロフスキーのピアスも下にサファイアの色味のものがついているものでコントラストを出すように、その場でピアスの付け替えもさせていただきました。はい、ということで本日は前乗りのどんな風に撮ったよっていうことと、あとは小物であったりお伝えをしました。いかがだったでしょうか。少しでも皆さんの参考になればとっても嬉しいです。インスタグラムでも前乗りのお写真どんどん載せていこうと思うので、ぜひそちらもフォローよろしくお願いします。では、この動画が参考になったよって思ってくださった方はチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんの前乗りが素敵になることを祈っています。それでは次の動画でお会いしましょう。 See you soon! バイバイ。人差し指と中指をちょっと伸ばした状態、背中も綺麗に見えるし、デコレートも綺麗に見えて首が長く見えます。幸せだなっていう風に表現できるのが口元になるので、目をつぶってる時は口元で Nothing in the world's gonna beat this heart. I've been searching